皆さんこんにちは。綾野ズラーニングハブの綾野です。いつも聞いてくださってありがとうございます。以前の動画でリクエストがあった日本でやってはいけないこと10選をお話ししました。今回はその逆です。日本でやった方がいいこと、日本人が喜ぶことを10個お話しします。これから日本に行くよという方は、この動画がきっと役に立つと思います。ぜひ最後まで聞いてください。綾野ズラーニングハブ。まず一つ目は、カフェやレストランに行った時にお会計でごちそうさまでしたということです。ごちそうさまでしたの意味は前の動画でもお話ししましたが、その食事を作ってくれた人への感謝の気持ちを表す言葉です。ご飯を作ってくれてありがとうございました。美味しかったですという気持ちを伝えることができます。それを言われたら作った人も嬉しい気持ちになりますよね。日本人も多くの人が食事の後にごちそうさまでしたというふうに言ってからお店を出ます。二つ目はご飯を残さず食べることです。日本人はご飯を残さずに食べることをとても重要視しています。その食べ物への感謝の気持ち、そしてその食べ物を作ってくれた人への感謝の気持ちを表すことができます。なので、ごちそうさまでしたという言葉と同じぐらい残さず食べるということもとても大事です。私がレストランの人だったら、残さず食べてきれいになったお皿を見ると、すごく嬉しい気持ちになります。日本に行った時は、できるだけ残さないように食べることを意識してみてください。三つ目は、取り箸を使うことです。皆さん、取り箸って知ってますか？鳥の箸ではありません。取る箸という意味で取り箸です。取り箸をどんな時に使うかというと、誰かと何か食べ物をシェアしている時に使います。自分が使っている箸で他の人も食べる食べ物を掴んでしまうと、私たちの唾液がついてしまいます。みんなでシェアする箸を一つ置いておきます。そうすることで誰の唾液がつくこともなく、綺麗なお箸のまま使うことができます。ですので、取り箸があると、他の人のことをちゃんと配慮してくれているなというのが伝わるので、とてもいいと思います。もしお店などで取り箸がない場合は、お店の人に、すみません、取り箸くださいというふうに声をかけるといいですね。あとは、取り皿といって、みんなでご飯を分けるときに、それぞれのお皿に分ける小さなお皿もあります。取り皿と言います。これも先ほどと一緒で、すみません、取り皿くださいと言えば OK です。四つ目は、少額のお金を支払うときに、1万円札などの大きなお金を使わないということです。例えば、900円のものを買ったとします。その時に、できるだけ1万円札で支払わない方がいいです。なぜかというと、お釣りがいっぱい必要になるからです。小さいお店などでは、たくさんお釣りを用意していないことが多いです。多くの人が大きいお金で支払うと、その分たくさんのお釣りが必要ですよね。ですので、お店側としては、お釣りを用意するのが大変で困ってしまいます。ですので、できるだけ細かいお金に崩して用意しておくと便利です。例えば、1万円札1枚よりは、1000円札を10枚の方がお店側としては喜ぶと思います。大きなお札を小さいお札何枚かに分けることをお金を崩すと言います。例えば、1万円札を1000円札に崩すとか、1000円札を500円玉に崩すというふうに言います。コンビニや大きなスーパーなどではお釣りの用意をしているところが多いので、そんなに問題ではないかなとは思います。5つ目は順番を待つことです。日本人は人気のあるものが大好きです。ですので、人気のラーメン屋さんや人気のスイーツショップに行くと、たくさんの人が列を作っています。見たことがある人や、実際に経験した方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。日本人は小さい頃から学校で並んで待つ練習をします。
ですので大人になってからも列で並ぶことには慣れています。長く待つのは疲れますし、イライラしますよね。それでも順番をしっかり守って、誰かを抜かしたりすることのないようにしてください。ちなみに、長い列の最後がどこかわからない時ってありますよね。そんな時に使えるフレーズを紹介します。まずは、最後尾はどこですか？最後尾はどこですか？というフレーズです。最後尾の最高は最後というのと同じです。ラストということですね。そして尾というのは尻尾という意味です。ですので、動物の尻尾の先っちょ、先の部分を表します。それで最後尾というのが列の最後の先の部分という意味になります。あとは、並んで待っているかどうかわからない人もいますよね。そういう時には、並んでますか？というふうに聞くといいです。6つ目は、レディーファーストです。これは私が女性としての意見です。残念ながら日本にはレディーファーストの文化があまり浸透していません。なので、女性がドアを開けて中に入ろうとするときは、男性がドアを開けて待ってあげるということはあまりありません。女性に優しく、レディーファーストをしてあげると、日本人の女性はすごく喜ぶと思います。7つ目、元あった状態に戻すこと。日本人は何かをした後や何かを終えた後、きれいに後片付けをしてから次に進むという習慣があります。これは立つ鳥後を濁さずという言葉にも関係しています。これは後始末をきれいにして去り際も美しくありましょうという言葉です。例えばホテルでお風呂に入った後使ったタオルをまた畳んで元に戻しておく。そうすると見た目が綺麗です。見た目が綺麗だとお掃除に来た人も綺麗にしてくれているなという印象でお掃除も気分よくすることができます。あとはご飯を食べに行った時に食べ終わったお皿を一箇所にまとめておくこともいいことです。お皿を一気に片付けることができるので楽です。お店の人もいい気分ですよね。日本ではこういうふうにお互いに思いやりを持って行動します。日本に行った時ご飯を食べたらお皿を一箇所にまとめて片付けておくとかしてみてください。そうするだけでお店の人がすごく喜んでくれると思います。8つ目は大げさに褒めることです。日本人は褒めるのも大好きですが、褒められるのも大好きです。ですので、日本人と話をするときは、大げさに褒めてみてください。例えば、英語上手だねとか、韓国語上手だねとか、日本大好きとか、そういうだけで日本人はすごく心の中で喜んでいます。日本人はあまり感情表現を表に出すタイプではないので、もしかしたらクールに見えるかもしれませんが、内心ではすごく喜んでいると思います。あとは、綾野の YouTube 大好きとかでもいいですね。9つ目、どうぞどうぞと遠慮する。日本では遠慮する文化があります。例えばエレベーターに同時に乗ろうとしているときは、相手の人に、どうぞどうぞお先にっていうふうに相手を優先します。そうすることで自分が相手のことを考えていますよという配慮とリスペクトを表すことができます。あとは食事の時に自分が注文したものが先に運ばれてくるとします。そして相手はまだ注文したものが届いていません。こういう時皆さんだったらどうしますか？日本では相手の注文したものが来るまで待っていることが多いです。相手がお腹空いているかもしれないのに自分だけ食べてしまって大丈夫かなというふうに相手のことを配慮します。なので大体の場合は待って相手のものが届いて一緒に食べるということが多いです。でもそれだと食べ物が冷めてしまう時もありますよね。冷たくなってしまった食べ物って美味しくないですし、ラーメンなどの麺類は時間が経つとすごく柔らかく麺が伸びてしまいます。そういう時は相手の人が配慮してあげることも大事ですね。
そういうことで自分の注文が来てなくても食べていいよというふうに相手に気を使ってあげます。こういうふうにお互いのことを考えて行動するというのは大事ですね。最後の10個目はゴミの分別です。日本ではゴミの分別がとても厳しい場所が多いです。プラスチック、燃えるゴミ、ペットボトル、空き缶など多くの種類で分別が必要です。大阪で Airbnb をやっているんですけど、中には分別せずに何でも同じ袋に入れてしまう方もいらっしゃるんですね。そうすると掃除の時にまたそれを取り出して分別し直さなければなりません。その分別を後でしないといけない人が出てくるということも考えて、分別をその時にしてほしいなというふうに思います。綺麗に分別されていると、それを見た人はすごく気持ちよくて嬉しい気分になると思います。ポイ捨ても言語道断ですね。街が汚れるのはもちろんですが、それを掃除しないといけない人がいます。その掃除しないといけない人の負担が増えますよね。そこまで考えた上で行動するというのがマナーじゃないかなというふうに思います。ということで、今回は日本でやった方がいいこと、日本人が喜ぶことを10個お話ししました。皆さんいかがでしたか？これから日本に行くという方もいらっしゃると思います。この動画が役に立つといいなと思います。他にも日本で驚かれる海外のあるあるトップ10や私のデイリールーティーンなどについてもお話ししていますので、ぜひ概要欄からチェックしてください。それでは最後まで聞いてくださってありがとうございました。またねー。